こんにちは、ソニック研究員の KT です。今回は6月23日に発売されたソニックの新作ゲーム、ソニックオリジンズをもっと楽しむ方法を皆さんにご紹介したいと思います。このソニックオリジンズは、ソニック初期に発売されたこちらの 2D ソニック4作品を一つにまとめたゲームになっています。しかもただまとめただけじゃなくて、初心者が遊びやすいように難易度を調整してあったり、いろいろな追加要素が用意されているので、2D ソニック初心者の方から経験者の方までどなたでも楽しめるようなゲームに仕上がってるんですね。具体的にどんなゲームなのかが知りたい方は、以前投稿したソニックオリジンズ関連の動画を見ていただければと思うんですが、本当に迷っている方はぜひ買った方がいいと自信を持って言える作品です。そんなソニックオリジンズ発売から約10日ほど経ちましたが、購入された方々はどのあたりまで進めることができましたか？かなり難しいステージもあるので苦戦されている方もいるかと思いますが、今作に収録されている4作品のうちの何個かはエンディングまでたどり着くことができたでしょうか？まだ一つもいけてませんという方は、ここから先は少しネタバレを含んでしまうので、ご視聴の際は注意してください。もしネタバレを踏みたくないようでしたら、4作品のうちのどれかでエンディングにたどり着いた後、もう一度見に来てくださいね。ということで、ここからは少なくとも1作品はエンディングまでたどり着いた、もしくはネタバレ上等という方々に向けてお話ししますが、普通にエンディングまでたどり着いた際、スタッフロールの後にこのようなトライアゲンという文字が出てきたんじゃないでしょうか。また今作の敵であるドクターエッグマンがどこか余裕そうだったりしますよね。なんかちゃんと倒しきれてない感を感じた方も多いんじゃないでしょうか。実際その感覚は正しくて、実はこのソニックオリジンズに収録されている4作品はどれも普通にラスボスを倒すだけでは完全クリアできないんです。前回投稿したレビュー動画でも少し言ったんですけど、これらの作品を完全にクリアするためには、通常ステージを攻略する途中でスペシャルステージという特別なステージを何度かクリアする必要があるんですね。そしてそのスペシャルステージをクリアするとゲットできるカオスエメラルドやタイムストーンというアイテムを全て集めることで、真のエンディングというものを見ることができるんです。また今作には各ゲームをクリアした後にこのようなアニメーションが追加されてるんですけど、実はこのアニメーションも真のエンディングをクリアした後を描いてるんですね。なので通常のエンディングでクリアすると、いまいちこういったアニメーションとのつながりがよくわからなくなってしまいます。さらに一部のゲームでは新エンディングの条件を達成すると、あのスーパーソニックやスーパーソニックを超えたハイパーソニックに変身することができるようになったりもするので、このソニックオリジンズという作品を 100% 楽しむためには、このスペシャルステージというのは避けては通れないんです。ということでこの動画では、じゃあ実際にスペシャルステージってどんな感じなの？どうやってクリアするの？という声にお答えするために、今作に登場するスペシャルステージを全てまとめてご紹介していきたいと思います。この動画を見ればソニックオリジンズ、もとい初期のソニック作品を遊び尽くす方法がわかると思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。それでは早速始めていきましょう。まずは初代ソニックザエチオックのスペシャルステージ、これについて解説していきます。初代ソニックザエチオックのスペシャルステージは、回転するマップ上を移動してカオスエメラルドまでたどり着くというものです。カオスエメラルドはこんな感じで配置されているので、ひとまずはこれを探して進んでいきましょう。そしてカオスエメラルドにたどり着くまでの道中はご覧のように色々な見た目にしたブロックで構成されているんですが、このブロックの中には触れるとある効果を発揮する特別なものがいくつか含まれているんです。例えばこのアップ、ダウンと書かれたブロックは、触れるとマップの回転速度が変わります。文字通りアップに触れると速くなって、ダウンに触れると遅くなるといった感じですね。回転が速くなるとその分攻略が難しくなってくるので、基本的にはこのアップと書かれたブロックには触れない方がいいでしょう。他には触れると回転方向が逆になるリバースや、大きく弾かれるボビンというブロックがあるんですが、中でも非常に重要なのはこのゴールと書かれたブロック。こちらはゴールと書いてあるので、あたかも触れたらクリアできそうなんですが、これがね、罠なんですよ。このゴールブロックに触れるとどうなるかというと、なんとスペシャルステージが強制終了してしまうんです。つまり早い話がチャレンジ失敗になるということですね。なんでこのゴールブロックには決して触れてはいけません。間違ってもゴールだと思って飛び込んだりはしないでくださいね。ということでこれらのブロックに注意しながらカオスエメラルドの元へ向かうということになるんですが、いざカオスエメラルドのところまでたどり着いたら、最後にもう一つやることがあります。このカオスエメラルドの周りにダイヤのようなブロックがあると思うんですけど、このダイヤのようなブロックは何度か触れないと消せない仕様になってるんです。なんでカオスエメラルドを手に入れるためには、このダイヤブロックのどこかに何度もアタックしてカオスエメラルドまでの道を切り開かないといけないんですね。そして見事ブロックを消して中に入り込むことができたら、おめでとうございます。これでようやくスペシャルステージクリアということになるんですね。ということで以上が初代ソニックザエッジオックのスペシャルステージの流れになるんですが、正直に言いますと、この初代ソニックザエッジオックのスペシャルステージ、むずいです。
もしかしたらソニックオリジンズに収録されている4つのゲームの中で一番難しいかもしれないですね。というのもこのマップが回転してるというのがかなりクセモノで、このせいでジャンプのタイミングが少しでもずれると思ってたのと全然違う方向に飛んでっちゃうんですよ。なんで運ゲーとまでは言わないんですけど、それでも割と運要素が絡んできます。そのためこの初代ソニック在地オークのスペシャルステージに挑む際は何度ミスしてもやり直せるようにコインをたんまり持っていった方がいいですね。なお初代ソニック在地オークで真のエンディングを見るには全部で6つのカオスエメラルドを手に入れる必要があるので、このスペシャルステージを6回クリアする必要があります。ただ今言ったように今作のスペシャルステージはかなり難しいので、それを6回クリアするというのはこれ結構骨が折れる作業ですね。また今作では全てのカオスエメラルドを集めると真のエンディングを見ることができるんですが、逆に言うと真のエンディングが見れるようになるだけでそれ以外のご褒美はないので、新エンディング開放に初めて挑戦しますといった方はまずは他のゲームからチャレンジした方がいいかもしれないです。この後紹介するゲームの方が基本的には新エンディングを開放しやすいので、まずは他のゲームで新エンディングを開放してなんとなく感覚をつかんでからこの初代ソニック在地オークに戻ってくるというのもありだと思います。もちろん今作から順番にクリアしていきたいといった場合はそれでも全然いいと思いますので、どのゲームから始めるかは皆さんの好み次第といった感じですかね。ということで以上が初代ソニック在地オークのスペシャルステージになるんですが、最後にそんなスペシャルステージへの入り方についてご紹介しておこうと思います。この初代ソニック在地オークではまずリングを50枚以上集めてゴールまで行くとゴール付近にこのような巨大なリングが出現するので、この巨大なリングに飛び込むことでスペシャルステージへ入ることができます。また初代ソニック在地オークには全部で6種類のステージがあって、それらが全て3部構成になっているので全部で18ステージあるんですが、各ステージの第3エリアにはボス戦が待っているのでスペシャルステージの入り口は出てこないです。なのでスペシャルステージに挑戦できるのは各ステージの第1エリアか第2エリアのみになるので、この点は注意するようにしてくださいね。ということで以上、初代ソニック在地オークのスペシャルステージ解説でした。続いては過去と未来を行き来する大人気作ソニック在地オーク CD のスペシャルステージについて解説していこうと思います。ソニック CD のスペシャルステージはご覧のような 3D のマップを移動しながら宙に浮いている UFO を倒すというものです。そして制限時間内に全ての UFO を倒すことができればこのスペシャルステージをクリアすることができます。またたまに色が違う UFO がいるかと思うんですが、これは倒した時にゲットできるアイテムが違うんですね。紫の UFO を倒すとリングが手に入って、水色の UFO を倒すとスピードアップが手に入るといった感じです。ただスペシャルステージをクリアするには結局全部倒さないといけないので、正直あんま色は気にしなくていいかなとは思います。なんですが残り時間が少なくなってくると出現するこの UFO、水色に赤いラインが入っているのが特徴なんですけど、この UFO だけは倒すと制限時間が30秒増えるというめちゃくちゃ大きな利点があるので、これに関しては見つけ次第積極的に倒していきましょう。またこのスペシャルステージで特にヤバいのがこの水になっている箇所ですね。ここを踏んでしまうと制限時間がものすごいスピードで減っていってしまうので、この水になっている箇所だけは意地でも踏まないように注意する必要があります。逆にここさえ踏まなければ全ての UFO を倒しきるのはそこまで難しくないので、さっきの初代ソニック在地オークと比べたら比較的クリアしやすいスペシャルステージですね。そして見事制限時間内に全ての UFO を倒すとタイムストーンというアイテムをゲットすることができます。このソニック CD ではカオスエメラルドではなくてこのタイムストーンを集めることによって真のエンディングが解放されるんですね。真のエンディングを解放するには7つのタイムストーンが必要なので、このスペシャルステージに7回挑戦する必要があるということになります。初代ソニック在地オークの時より1つ多く集めなきゃいけないんですが、このソニック CD ではステージの数も増えているので、その分スペシャルステージの挑戦回数も増えています。そのため確かに集める数は増えてるんですが、集める難易度で言うとそんなに変わってないですね。なおソニック CD でスペシャルステージに入る方法は初代ソニック在地オークと全く同じです。ソニック CD も各ステージが3部構成になっていて、第3エリアはボス戦なので、第1エリアが第2エリアでリングを50枚以上持ってゴールまでたどり着き、巨大リングに飛び込めばスペシャルステージに入ることができます。ということで以上がソニック CD のスペシャルステージになるんですが、実はこのソニック CD には真のエンディングにたどり着く方法がもう一つあります。その方法というのは、まずソニック CD のタイムアップ機能を使って過去の時代にワープして、過去のステージのどこかにあるこの装置を破壊するというものです。この装置は今作に登場する全ステージの第1、第2エリアに設置されているので、それらを全て破壊することで真のエンディングが解放されるんですね。これ何をやっているのかというと、このソニック CD のストーリー、これが深く関わっています。今作のストーリーはエッグマンがこの装置を使って過去の時代に自分のロボットを送り込み、今作の舞台となった星を支配してしまっているという設定なんですよ。
なんでこの装置を破壊して回るということは、エッグマンの支配から星を解放しているということになるんです。そのため、もしソニック CD のストーリーと照らし合わせたいのであれば、スペシャルステージじゃなくてこっちのやり方で真のエンディングを解放する方が自然かもしれないですね。とはいえどちらの方法で解放しても真のエンディングは同じものになるので、皆さんがやりやすそうだなと思った方法で挑戦してみてください。ということで今度こそソニック CD の解説は以上になるので、続いてはシリーズ屈指の大人気作ソニック・ザ・エッジホック2に関する解説に移っていきたいと思います。ソニック・ザ・エッジホック2のスペシャルステージはリング集めです。ご覧のような 3D のコースをソニックが自動で進んでいくので、プレイヤーは左右の動きとジャンプを使って指定された枚数のリングを集めていきます。リング枚数はステージが始まるとこんな感じで表示されるので、この枚数を集められるように頑張りましょう。またこのスペシャルステージには1つのステージに3段階のレベルが用意されていて、例えばこのステージでは最初はリングを60枚集めろという指令ですが、これをクリアすると次は110枚、最終的には160枚のリングを集めろといったように、だんだんと集めるリング枚数が増えていくんですね。そしてこの3つ目の指令をクリアすることで、ようやくそのスペシャルステージをクリアできてカオスエメラルドを手に入れることができるんです。さらにこのスペシャルステージのコースは上下左右に曲がりくねっているので、こういう曲がった直後のリングは非常に取り逃しやすいですし、リングに紛れて爆弾なんかも設置されていて、これに当たるとリングを10枚落としてしまいます。ということでリングを集めるだけの比較的シンプルなスペシャルステージではあるんですが、それでもやっぱり一筋縄ではいかないですね。ただこのスペシャルステージではリングや爆弾の場所はあらかじめ決まっているので、何度もやり直しているとだんだんそれらの配置を覚えてきてクリアしやすくなっていきます。またこれちょっとしたテクニックなんですけど、このように壁際にいる状態でジャンプをすると反対側の同じ位置に飛ぶことができるんですよ。このテクニックを利用すると、このような左右に連続して出てくるリングをめちゃくちゃ安定して回収することができるので、このソニック2のスペシャルステージで苦戦している方はぜひ試してみてください。といった感じで一筋縄ではいかないのは確かなんですが、それでも少なくとも初代ソニック・ザ・エッジホックのスペシャルステージよりはクリアしやすいんじゃないかなと思いますね。なおこのソニック2で真のエンディングを解放するには7つのカオスエメラルドが必要なので、スペシャルステージを7回クリアする必要があります。ですがこのソニック2で全てのカオスエメラルドを集めると、真のエンディングと同時にスーパーソニックも解放されるので、このソニック2のカオスエメラルド集めは特に頑張ってほしいです。序盤でスーパーソニックを解放できれば後半ステージで無双できるので、もう最高の爽快感を味わえますよ。ボスなんかもこの通りですからね。皆さんにもぜひソニック2で全てのカオスエメラルドを集めていただいて、そしてぜひこのスーパーソニックの爽快感を味わってほしいです。それでは最後にこのソニック2でスペシャルステージに入る方法についてですが、これまで紹介した2作品はいずれもゴール地点に出てくる巨大リングが入り口になっていたのに対し、このソニック2ではステージの途中にある中間ポイントがスペシャルステージへの入り口になっています。リングを50枚以上持った状態で中間ポイントに触れると光の輪が出現するので、この輪に入ることでスペシャルステージが始まるんですね。なおこの中間ポイントは1ステージ中に何個か設置されているので、このソニック2では1ステージ中に複数回スペシャルステージに挑戦できるということになります。中間ポイントの数だけスペシャルステージに挑戦できるので、基本的に1ステージ1回だった初代ソニック・ザ・エッジホックやソニック CD に比べると格段にカオスエメラルド集めがやりやすいです。ということなので、真のエンディング解放に初めてチャレンジするよといった方は、まずこのソニック2から始めるのがいいかもしれないですね。スペシャルステージに入るチャンスがたくさんあって、かつスペシャルステージ自体も適度な難易度で、さらに新エンディングだけじゃなくてスーパーソニックというご褒美もついてくるので、初心者にはぴったりかなと思います。僕も初めて新エンディングまで行ったのはこのソニック2だったので、新エンディング解放に初めて挑戦しますといった方は、ぜひこのソニック2から始めてみるのがおすすめです。ということで、以上がソニック2のスペシャルステージに関する解説だったので、次はいよいよ最後のゲーム、ソニック3&ナックルズの解説に入っていきたいと思います。このソニック3&ナックルズはですね、すごいですよ。もうほんとすごいんですけど、その分ご褒美もすごいので、ぜひ楽しみにしていてください。ということで、早速解説に入っていきましょう。最後のソニック3&ナックルズのスペシャルステージは、パズルゲームのような仕様になっています。どんなゲーム性になっているのかというと、まずステージ上にはご覧のように青い玉と赤い玉が配置されていて、この青い玉の方に触れると色が赤色に変化するようになっています。そしてステージ中の青い玉を全て赤くすることができれば、このスペシャルステージをクリアできるというルールになっているんですね。また赤い玉の方に触れるとスペシャルステージが強制終了してしまうので、いかに赤い玉を避けつつ青い玉に触れるかという点が勝負になってきます。ただ青い玉に触れるほど赤い玉が増えていくので、クリアに近づくにつれてだんだんと難しくなっていくということですね。
ちなみにこのスペシャルステージでもソニックは自動で前に進んでいくので、プレイヤーは左右の方向転換とジャンプを使ってうまくソニックを導いていくことになります。さらに時間が経つにつれてだんだんスピードが速くなっていくので、難しい地形などはなるべく早めに攻略しておくというのがスムーズにクリアするコツになります。またこのスペシャルステージでも一つテクニックをお伝えしようと思うんですが、このような四角形になっている塊があった際、端から順番に触れていくのではなくて、ぐるっと周りを囲むように触れてみてください。このようにするとなんと囲った部分の玉が全てリングに変わってしまうんです。このようにすればゲームを進めても赤い玉が増えないので、スペシャルステージの攻略がかなり楽になってきますね。さらにこのスペシャルステージにはパーフェクトクリアというのがあって、このパーフェクトクリアを達成するためにはステージ上にあるリングも全て回収した上でクリアする必要があります。そしてその集めるべきリングの中にはこのテクニックで出現させたリングも含まれているので、この方法を使って玉をリングに変えないとパーフェクトクリアは達成できないんですね。でもわざわざパーフェクトクリアしてなんかいいことあるのって思う方もいるかもしれないんですけど、これはね、あります。それは何かというと、まずこのスペシャルステージを高得点でクリアすると、その得点によってはアニバーサリーモードだとコインが、クラシックモードだとゲームオーバーになっても復活できるコンティニュー数が増えるといった利点があるんですね。そしてこのパーフェクトクリアを達成するとボーナスポイントというのがもらえるので、かなりの高確率でこのコインだったりコンティニュー数をもらうことができるんですよ。なんでなるべくこのパーフェクトクリアも狙っていきたいところではあるので、ぜひこの玉をリングに変えるテクニック積極的に使うようにしてくださいね。ということで以上がソニック 3& ナックルズのスペシャルステージになるんですが、一方でこのソニック 3& ナックルズではスペシャルステージへの入り方が他とはだいぶ違います。これまで紹介してきたゲームでは基本的にまずリングを50枚以上集めて、その状態でゴールや中間ポイントまでたどり着けばスペシャルステージを始めることができるというものでしたが、今作ではスペシャルステージへの入り口がステージ中のどこかに隠されているんです。例えばこんな感じで壁だと思っていたところに実は抜け道があって、その先にある巨大なリングに触れることでスペシャルステージに入ることができるんですね。なので他のゲームのようにリングを50枚以上集める必要などはないんですが、一方でノーヒントでこの巨大リングを見つけ出すのはかなり大変なので、これはこれでスペシャルステージに入るの大変なんですよね。もしあれだったらこの巨大リングがどこにあるかという点だけでも攻略サイトなどで確認した方がいいかもしれないです。ほんと普通にやってたら絶対気づかないだろうって場所に隠されているので、これくらいは調べたとしてもバチは当たらないと思いますよ。また今作でも真のエンディングを見るには7つのカオスエメラルドを集める必要があるので、最低でも7個はこの入り口を見つけ出す必要があります。加えて今作でもソニック2と同じくスーパーソニックに変身できるようになる上に、このスーパーソニックで挑む真の最終ステージというものも開放されるので、これまで紹介してきたゲームと比べると一番ご褒美が多いですね。なのでぜひこのソニック 3& ナックルズでも全てのスペシャルステージを攻略して真のエンディングやスーパーソニックを楽しんでください。ということでソニック 3& ナックルズのスペシャルステージ解説は以上になります。と言いたいところなんですが、実はまだ終わってないんです。これまでのゲームはカオスエメラルドやタイムストーンを全て集めたら終わりだったんですが、このソニック 3& ナックルズではカオスエメラルドを7つ集めた時点でやっと折り返し地点なんですね。というのもこのソニック 3& ナックルズには本当の真のエンディングというものがあって、これを見るためにはここからもう7回スペシャルステージをクリアしないといけないんですよ。これどういうことなのかというと、このソニック 3& ナックルズに登場するマッシュルームヒルというステージでご覧のような演出が入るんですが、このナックルズが出てきた扉の中を進んでいくと虹色に輝く巨大リングがあるんですね。そしてこのリングに触れると祭壇のような場所に飛ばされて、これまで集めてきたカオスエメラルドが没収されちゃうんです。しかもよく見るとどのエメラルドも灰色になっていて、これ明らかに力を失ってそうですよね。実際この演出を見た後はスーパーソニックに変身することができなくなってしまっています。これどういうことだよって思いますよね。これまで必死にエメラルド集めてスーパーソニックも解放したのに、その努力全部水の泡かよ、ふざけんなってなるかと思うんですが、ちょっと待ってください。落ち着いてください。実はこれはカオスエメラルドの力が失われたわけじゃなくて、カオスエメラルドをさらに進化させるための準備なんです。どういうことかというと、まずこうなってしまったエメラルドのどれか一つに乗ると、これまでとは別の新しいスペシャルステージが始まります。この新しいスペシャルステージには新たに黄色い玉が追加されていて、この黄色い玉に触れるとソニックが大ジャンプするという新要素があるんですが、これ以外はこれまでのスペシャルステージと同様なので同じような要領で攻略していきましょう。そしてこの新しいスペシャルステージをクリアすると、このようにエメラルドに光が戻ってくる演出が始まります。そして光が戻ったエメラルドはカオスエメラルドではなくてスーパーエメラルドという宝石に進化しているという設定になってるんですね。
ということで、ソニック3&ナックルズのやり込み要素後半戦は、カオスエメラルドをスーパーエメラルドに進化させていくという作業になります。といっても進め方はこれまでとほぼ同じで、通常ステージのどこかに隠されている巨大なリングに触れると、この祭壇にワープするので、まだ光が戻っていないエメラルドの上に乗ってスペシャルステージに挑戦するといった感じです。でも1回のワープで1つのエメラルドしか進化させられないので、全てのエメラルドをスーパーエメラルドにするためには、また7個巨大リングを見つける必要があります。またマッシュルームヒルに到達した段階でまだカオスエメラルドを7つ集めきれていない場合は、とりあえずその時点で持っているエメラルドだけが祭壇に収められて、その後残りのカオスエメラルドが集め終わった段階で、このスーパーエメラルド集めがスタートします。なのでマッシュルームヒルまでに全てのカオスエメラルドを集めきれなかったとしても、まだ全然リカバリーが効くので、引き続き頑張っていきましょう。さあそして見事7つ全てをスーパーエメラルドにできた皆さん、おめでとうございます。これでとうとう本当の新エンディングを見ることができますよ。さらにスーパーエメラルドを全て集めきったことによって、スーパーソニックを超えた姿、ハイパーソニックに変身することもできるようになっているはずです。ここまでできたらもうソニック3&ナックルズは完全制覇と言ってしまってもいいんじゃないかと思います。結局合計で14回もスペシャルステージをクリアしなきゃいけないので、他のゲームと比べてもかなり手間のかかるやり込み要素ではあるんですが、特にハイパーソニックに関してはこのソニック3&ナックルズでしか変身することができないので、挑戦する意義は十分あると思いますよ。最後のラスボスもハイパーソニックの姿で挑むことになるので、もう最高にテンションが上がります。ソニック初期作品の中で最大にして最高のやり込み要素になっていますので、ソニックオリジンズを遊ぶのであれば、ぜひこのソニック3&ナックルズのスペシャルステージ完全制覇を目指してみてくださいね。以上、ソニックオリジンズに登場するスペシャルステージの解説でした。どれも非常に独特なゲーム性なので最初はとっつきづらいかと思うんですが、しばらくやっているとなぜか楽しくなってくる不思議なステージです。またこれらをこなして真のエンディングなどを開放できたらとてつもない達成感を味わうことができるので、通常のエンディングまでたどり着いた方はぜひこのスペシャルステージ巡りもやってみてほしいなと思います。このソニックオリジンズではコインがある限り何度でもやり直すことができるので、この機会にぜひチャレンジしてみてくださいね。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録や高評価、またたくさんのコメントなんかもぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。